俺は彼女というものができたことのない30歳独身平社員だ。唯一の取り柄はプログラミングスキルくらい。俺は幼い頃から人見知りのため人付き合いが苦手で、社会人になってもその性格はそのまま。自分から話しかけることができないので、友達というと学生からの友達が数人。新しい人間関係を築くことが本当に苦手なだけでなく、話しかけられても緊張してうまく反応できないので、社内で俺に話しかけてくる人はだんだんといなくなり、いつの頃からか陰キャと見下されるようになっていた。ランチや飲み会にはもちろん誘われず寂しいが、誘われてもかえって疲れるだけなので、まあいいかとも思っていた。特に美人受付の葉山さんは、俺を見下す態度があからさまだった。俺が受付を通ると必ず睨みつけられ、さらにはこそこそと同僚と俺の悪口を言っているのが聞こえる。何かしたのかと思い返しても、そもそも交流もなく、思い当たることなどなかった。そんなある日、同じ課の後輩が結婚することになり、反強制的に結婚式に参加することになった。話したこともあまりないし、参加する必要があるのか謎なところだが、断ると角が立つので仕方なく参加することにした。そもそもこんな俺に参加されて嬉しいのか、そう思いながら憂鬱な気持ちで家を出た。式場へ向かう途中、俺は運の悪いことに公園で地面に倒れたおじいさんを見かけてしまった。人通りのあるところなら誰かが助けてくれるだろうと思うところだが、見渡す限り俺以外には誰もおらず。かといって見過ごすこともできず、俺はおじいさんのところへ駆け寄って救急車を呼んだ。大丈夫ですか？今救急車を呼びましたからね。と俺が声をかけると、苦しそうな呼吸だったが、ありがとう。と返事をしてくれて安心した。救急車が到着して救急隊員に事情を説明し、立ち去ろうかと思ったが、付き添いも誰もいないおじいさんが心配になり、病院まで付き添うことにした。病院での診察が終わり、おじいさんは命に別状がないことが分かってほっとしたが、もちろん結婚式の遅刻は確定してしまった。恐る恐る結婚式場へ入ると、運悪く静かなタイミングで、同僚からは冷たい視線を浴びせられた。式が終わり、披露宴会場へ移っても、話す人がいない俺は、ずっと肩身の狭い思いをしていた。予測はしていたが、ご祝儀まで払って、なんでこんな思いをしなくてはいけないんだと、悶々としていた。だんだんとビールの空き瓶が目立つ頃になると、顔を真っ赤にした同僚が俺をわざとマウントしてきたりもした。特に彼女や家庭の話題になると、パソコンが彼女みたいなやつもいるよな。実はパソコンの中にバーチャル彼女がいるとか？それ、やばい。と、俺の方をチラチラ見ながら言われたりもした。もちろんみんながみんな、そんなこと言うわけではないが、フォローしてくれる人もいなかったため、俺には全員的に思えた。その日俺は、やっぱり結婚式なんか来るんじゃなかったと思いながら、悲しい気持ちでとぼとぼと帰宅した。そんなことがあった結婚式から数日が過ぎた頃、いつも通り満員電車に揺られた後、会社まで歩き、自動ドアを重い足取りで通り抜けた。いつもは受付から冷たい視線を向けてくる葉山さんに怯えながらエレベーターを待つのだが、今日は様子が違う。葉山さんはなぜか急いで椅子から立ち上がり、俺に向かって走ってきた。俺は何か大きな苦情でも受けるのかと身構えたが、葉山さんは驚くことに、今までごめんなさい。私、野外さんのこと勝手に毛嫌いして、
失礼な態度をとっていました。と、俺に謝ったのだ。いつも怖い、近寄りたくないとしか思っていなかった葉山さんが、全く別人のような人相で俺に話しかけてきた。状況が理解できない俺は、思わずポカンとしてしまった。今までこんなに近くでしっかりと顔を見ることがなかったが、間近で見る葉山さんは男性社員から高嶺の花と言われているだけあってかなり美しかった。しかし俺が葉山さんと向き合っていることで出社してきた人たちからじろじろ見られていることが気になって俺はすぐ立ち去ろうとした。だが葉山さんはそんな視線も気にせず受付隣のスペースに俺を招き事情を話し出したのだ。どうやら葉山さんは以前ネットストーカーの被害に遭ったことがあるらしい。そのせいでシステム開発部所属の上にその時の加害者と風貌が少し似ている俺を毛嫌いしていたらしい。全くの別人だと分かってはいてもどうしても怖く思えてしまったと。また俺は今まですっかり忘れていたが入社当時ひときわ美しくて目立っていた葉山さんをついつい目で追っていたことを思い出した。下心なんて一切なかったが美しい女性はついつい目で追ってしまう。自分では大したことではないと思っていた動作がこんなにも相手を不快にさせていたなんて思わなかった。こちらこそ申し訳なかったと反省しながら葉山さんと話していたその時、葉山さんの後ろから社長が歩いてきた。そして社長はなぜか先日助けたおじいさんと一緒だったのだ。しかも俺の隣にいた葉山さんがおじいさんを呼び止め、彼が野外さんよと言った。意味がわからず驚く俺に向かっておじいさんは、先日は助かりました。おかげさまで体調はだいぶ良くなりました。本当にありがとう。と言って頭を下げて社長室へ向かった。さっきの葉山さんの件に続き、俺はまたポカンとしてしまった。そんな俺に葉山さんは、私の祖父です、と教えてくれた。どうやら俺が助けたおじいさんは、うちの会社の大切な取引先の社長で、葉山さんはその孫だったようなのだ。葉山さんの説明によると、病院で俺の連絡先を聞いたおじいさんは、孫娘が勤める会社の社員だということを知り、俺のことを尋ねたらしい。葉山さんは最初俺のことを、ちゃんと話したことはないけど、不愛想で自分のこととコンピューターにしか興味のない、多分ストーカー体質の気持ち悪い人、と説明したという。すると、おじいさんは厳しい顔をして、俺がおじいさんを助けたいきさつを話し出した。そして、根拠もない偏見を持っていることを、人を見た目だけで判断するものではない。現に彼は私を助けて病院まで付き添ってくれたんだぞ。と叱られたそうだ。葉山さんはおじいさんの言葉を聞いてとても反省したと言った。それでさっき俺はすごい勢いで葉山さんから謝られたというわけだ。奇妙な縁もあるものだと思いながらも葉山さんの誤解が解けたことは嬉しい限りだった。そんなことがあった1週間後、俺はいつも通り出勤し、コーヒーを飲みながらデスクに座ると、勤怠画面を開き、ボタンを押した。一応全社連絡には目を通しているので、いつも通り今日の連絡をチェックしていると、自分の名前が書かれているような気がした。あれと思い、改めて読み直した。すると、どういうわけか、新プロジェクトのメンバーに俺の名前がある。以前、社内でプロジェクトメンバーを公募していたことは知っているが、俺は応募していないし、かなり競争率が高いと聞いていたから、
俺には全く関係のない話なはずだ。何かの間違いなのか、俺はよくわからないままデスクに座っていた。そして周りが俺の方を見ながらこそこそと噂話をし始めた。またこんな扱いを受けるなんて、間違えられただけなのに、と俺はうんざりしていた。すると部長がフロアに現れ、いつもの朝礼が始まった。おはよう。じゃあ朝礼を始めようか。今日の大きな連絡は、新プロジェクトの件かな。みんな共有ファイルは目を通してくれたと思うが、念のため伝えていこう。部長の朝礼が苦痛で仕方なかった。おそらくこの後、メンバーの発表に間違いがあったと言われて、俺は笑われるのだと考えていた。誰とも顔を合わせたくなかったので、下ばかり向いていた。だが、どういうわけか、一人ずつ名前を発表するときに、当然のように俺の名前も呼ばれた。俺の名前が呼ばれると、やはり周りはざわついた。なんせ、この課で新メンバーとして発表されたのは俺一人だけで、選ばれると思っていた二人は入っていないのだ。エンジニアは俺と他の課の二人、合わせて三人だった。すると誰かが、野外さんが入ってるんですか？と質問した。さっき読み上げた通り入っているぞ。必ず野外くんをメンバーに入れるようにと社長がおっしゃったんだよ。野外くん、頑張ってな。と部長は言った。なぜ社長が俺を？と思ったが、その理由を聞く術はない。不思議なことが最近は多いな、と考えながらエントランスに着くと、葉山さんが声をかけてきた。少しお話いいですか？あ、はい。今日発表された新プロジェクトのメンバーのことなんですけど、そう話し始めた葉山さんの話によると、俺が助けたおじいさんは先日うちの会社に来た時に、野外って真面目でシステム開発能力は申し分ないけど、コミュ力なさすぎて鬱陶しいよな。残念なやつ。と言われていたことを思い出し、珍しい名字だったので、俺のことかもしれないと気になっていたらしい。それで俺の仕事レベルや社内評価についても葉山さんに詳しく聞いたという。葉山さんは、システム開発部でとてもプログラミングに詳しく優秀だが、あまり人付き合いが得意ではなく、きちんと評価されていない、と言ったらしい。葉山さんは受付なのに、人事部かと思うほど俺のことを知っていることに驚いた。なぜ俺についてそんなに知っているのかと思ったが、後輩が人事部にいるから教えてもらったの、と葉山さんは続けた。おじいさんにそのことを伝えると、優秀なのに評価されていないなんてもったいない。営業ならコミュニケーション能力が必要だが、エンジニアなら専門分野できちんと評価されなくちゃならん。なんとかして野外くんに力を発揮してもらいたいものだ。今度のプロジェクトで採用したいと提案してみようか。と言っていたらしい。みんなから陰キャと呼ばれ、外れくじばかり引き、この先もこうやって暗く孤独に生きていくと思っていた俺に、突然現れたチャンス。おじいさんの行為を無駄にしないためにも、全力で頑張って、プロジェクトを絶対成功させたいという気持ちが湧いてきた。今までだったらミスをしないようにとか、迷惑をかけないようにということを考えていただろう。しかし、今の俺は、おじいさんからの期待と信頼を裏切るわけにはいかないという気持ちの方が強かったのだ。そして、新プロジェクト参加メンバーに選ばれたことだけではなく、おじいさんを助けたことについて、葉山さんがいろいろな人に話したらしく、俺の話題はすぐに社内に広まった。今までだったら声もかけられないような飲み会にも、
野外もたまにはどうだと声をかけられることも増えてきた。コミュ障の俺だったが、誘ってもらえることは単純に嬉しくて、飲み会にもたまに顔を出すようになった。そして、新プロジェクトに参加する前は、自分のコミュ力の低さが気になり、不安が強かったが、始まってみるとそんなことは気にならないくらいやりがいがあり、充実した日々が始まった。もともと得意なプログラミング能力が大いに発揮でき、社長をはじめメンバーの期待に応えられている気がする。そして、このメンバーには、俺のことを馬鹿にしたり、仲間外れにしようとする人は一人もいない。誰もがプロジェクト成功のために自分の仕事に集中し、生き生きと取り組んでいる。というのも、仕事はできるが会話が得意でないという俺の悩みを知ったおじいさんが、社長に対して社員の活かし方をアドバイスしたらしい。このプロジェクトチームでは、個々の個性を生かすこともテーマの一つになっている。プロジェクトのおかげで、俺は社内トップのエンジニアとして知られるようになり、誰も俺を見下すこともなくなった。さらには、葉山さんとも仲良く話すことができるようにもなったのだ。おじいさんを助けたことで、信じられないくらい俺の人生すべてが変わった。俺はこれからも仕事をさらに頑張ることでみんなの役に立ち、できたら、葉山さんとももう少し距離を縮めていけたらな、と思う。